まあ今から進める前はこういう状態ですのでご覧ください。こういうふうですね。この辺が正面の形ですね。この辺がね、ここです、完成に近いような、まあ将来的な完成の姿が多少見れると思いますので、ご覧ください。もうかなりこれは本当に成績がいい形してますね。こういうふうに全体的に力の強いのはこう下枝でもねこんなに力が強いですね。まあいろんな木だけの樹勢それぞれの樹勢が違いますのでね、年数は14年の指し芽を平成30年に植え替えました。7月に金網釣りをやった。昨年ざるに植えたというまあずっと経歴があるんですね。本当の木っていうのはもうちょっと自然の木を皆さん見といてほしいんですけどね。自然の木がどういうふうになって枝の棚ができてるかというの、山のヒノキを見てほしいな。どうかな。日光なんか街道は相当古い木がありますからね。まあそこら辺の木を一番参考にした方がいいんじゃないかね。日光までわざわざ行くよりはああいう景色っていうのはどこにでもまあ神社仏閣にはそれぞれ今は保護されて古い木はありますのでね、そこら辺が参考になると思いますよ。全体の景色より一本ずつの景色をまず自然にいいなと思われるような木を見つけるということも勉強ですね。それとまあこの辺があれですけどね、今作ろうとしとる盆栽の B っていうのはこの辺が見えた方がこのというかね模様木なんですけれど、今日は模様木の、ね、少しこう下から幹を見せる根元の辺から真ん中辺ぐらいまではちらちらと幹が見える、まあこれが一番いい見せ方というか作り方ですね。商品盆栽はその棚がねなかなか小さいもんで、作らない人が意外と多いんですが、本来は枝っていうのはだいたい棚ができとるんですね。盆栽っていうのはたくさんの棚が集まってふわっとなる。丸になっとっても私は一本一本の枝はしっかりと基本に基づいてできとることが一番いいことだと私は思ってるけどね。よし、こういう感じだな。よし、これで一応剪定は終わりましたからね。まあ大雑把な剪定、初めての剪定ですから、こういう風です。よいしょ。この辺がね。まあこれはね、今さっきも説明したこの枝はいらん枝だけど、まあこうやってつけとくっていうやつをね。だからちょっと木によっては大雑把な描き方をするで、これは重要な枝だ。重要な枝はあまり傷をつけないように。
これをちょっとこっちへ、これとここをちょっと下げる。まあこういうこの枝作りっていうのは、あまり皆さんがやらんうちにやらないからやるって、そうすると綺麗に見える。ああいいね。一本に一個じゃないですよ。一枝に2、3本かける時もある。この辺がちょっと下へかける。まあ徐々に見てもらうところがあると思いますよ。まだこれ初めてですからね。初めてでかなり変わったなというふうにご覧いただけると思いますが、だな、ここら辺だね。これは本当にこれは目つく恐れがあるでね、油断せんようにしてくださいよ皆さん。ちょっとこっち。あれ、おっとこっちか。これを少しこれで押さえるか。よし、これで終わりだぞ。いいかね。まあ多少傾きとかなんかであまりあれかもしれませんが、一番最初の剪定前のとだいぶ変わってきたと思いますのでご覧ください。まあ全体的に一応後ろの方はあまり針金掛けの必要ないような感じでしたので、まあこれぐらいがこれから作り上げていくのでですね、もうちょっとこれが下かなと思うんですよね。これ外した場合にちょっと下へもう一度かける必要もあると思います。こんな感じです。以上で終わります。